日本史桶狭間の戦い。徳川家康は今川義元の先鋒として織田信長と戦闘を繰り返したが、桶狭間の戦いで義元が信長に討ち取られたために窮地に追い込まれた。家康はこの桶狭間の戦いでの敗戦という危機をいかに乗り越えたのかを詳しく見ていこう。三河を攻略した今川義元は岡崎松平家当主で人質の松平元康、後の徳川家康を織田氏から取り戻す。元康は駿府で義元に庇護され育った。1560年永禄3年5月10日、今川義元が尾張に向けて駿府城を出陣すると、元康は先陣を務めることになる。以前は今川義元の成城の目的が天下統一のための上洛であると言われていた。ところが研究が進んだ今日では、義元の目的は尾張の侵略であったと考えられている。18日に沓掛城に到着した義元は、元康に丸根砦の攻略と食料不足にあえぐ大高城への米の搬入を命じた。19日早朝、丸根砦を攻略した元康は、敵をおびき寄せているわずかの隙に食料を大高城に運び入れ、そのまま城内で義元の到着を待った。今川義元は19日の朝に沓掛城を出発して元康と合流するために大高城に向かった。一方の織田信長は19日の午前2時ごろに、義元は19日は大高止まりの情報を得た。すると信長は途端に出陣の号令を発してわずかの兵と駆け出した。織田軍は今川勢の10分の1の2500と言われている。田楽狭間で休息していた今川勢を吸収した織田信長は今川義元を打ち倒した。以前は信長が迂回して今川軍に襲いかかったとされていた。しかし近年では信長は正面から吸収して義元を討ち取ったとされている。義元を討たれるの情報が大高城にいる元康のもとに届いたのは意外に遅く、その日の夕刻であった。今川軍が壊滅したために混乱して、情報が数キロメートルの距離を伝わるのに数時間を要したのである。元康は敵である織田軍の中に取り残されてしまった。元康は夜陰に乗じて大高城を脱出。一人の兵士も損することなく岡崎城に帰還している。さらに元康は今川軍が混乱している間に素早く祖父や父が所有していた丘陵を取り戻している。元康は今川義元の子息氏真に父親の弔い合戦を進めたが、氏真は拒否している。その後元康は今川氏から距離を置くとともに織田氏の沓掛砦や衣砦などを攻め独立する姿勢を示した。そのため翌年、元康に手を焼いた織田信長は元康の母織田の方の兄水野信元を仲介にして元康に和平を申し込んでいる。実はこの時元康の妻築山殿と長男信康、そして長女の亀姫が今川氏の人質として駿府に捕らわれていたのである。元康は家臣の反対を押し切って
信長との同盟工作を進めた。そして今川氏には同盟はしばらくの間信長の攻撃を防ぐための方便だと交渉して、無理やり今川氏真の了解を取り付けている。元康は今川氏の上郷城を落城させて、今川義元のいとこの子宇土の氏長と氏次を人質にすると、妻や子供たちと交換して取り戻している。松平元康は今川義元からもらった元の字を捨て、家康と改名し、さらに徳川家康と改正していく。幼少から人質生活を繰り返した家康はいつか独立して一国一城の主となるための努力を続けていたのである。そのため家康は軍略を学ぶとともに交渉術も身につけて、機会が来るのをじっと待ち続けていた。そして徳川家康は桶狭間の敗戦という危機に直面すると、今こそ独立のチャンスと考えたに違いない。